あー、逃げる逃げる。待て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 。やります。やりました。やべえナメクジがいた。何これ。はい、こんにちは。最近レモンサワーにハマっている漁師浜優です。で、今ですね、こちらの世界では猛暑日続きで37度を超えている日々が続いております。そんな猛暑の中、無人島に網を仕掛けたら果たしてどれだけのお魚が取れるのかやっていきましょう。レッツゴーと思ったんですが、あいにくね、風が吹いてて急遽予定変更というわけでうなぎを取りに行きます。レッツゴー。で、去年もですね、こちらの動画でうなぎは取ったんですけれども、で、あの時はうなぎを取って食べたんですけど、今回はそのうなぎを取って売ってみたいと思います。それじゃあ早速いきます。うなぎを取りに行く前にここでお知らせです。 YouTube を始めて6年、浜優のオリジナルグッズが初めて発売されます。商品ラインナップはエプロン、タオルが2種、さらにトートバッグとオリジナルのアクキーです。エプロンはこんな感じ。タオルはめちゃくちゃかっこいいのとちょっと可愛め。トートバッグも可愛くおしゃれでどこへでも行けます。もちろんオリジナルアクキーもつけてね。結構可愛いです。販売期間は9月5日から9月25日までの限定販売です。さらに送料を含めて1万円以上お買い上げの方には浜優直筆ミニサインがついてきます。受注生産なので発送は10月下旬からとなりますが、気になる方は概要欄をチェックしてみてください。これからも浜優チャンネルをよろしくお願いいたします。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。よいしょ。で、今回はですね、玉と釣り竿を使って、うなぎを取っていこうと思います。じゃあ先に、竹林に行ってちょっくら釣り竿を作りましょう。で、昨日ね、釣りするためにミミズ探したんですけど、連日ほんと37度を超える猛暑でなかなかですね、ミミズがいない。ていうかもう土がそもそも干上がってて、全然ミミズのいそうな気配がない。土が干上がっててっていうか干からびててだね。じゃあ適当にもう何でもいいんですよ。竹を、これいいな。セミがついてる。セミ。おしっこかけられちゃった。とりあえず竹切って、で枝も落としていきます。今日網やり行こうと思って1時に起きたんですけど、今現在が2時ですね。この時間にうなぎが果たして川にいて玉ですくえるのかはちょっと微妙って。何これ、めっちゃひっつき虫ついてる。テラボロス。よし、これで竿は OK で、ここ近所の川なんですけどね、ここにも前うなぎがよくいたんで、ただ今の時間帯どうだろうな。パッと見は見えないな。で、竿につける仕掛けはこのうなぎ針をつけていきましょう。うなぎ仕掛け、よいしょ。外して、で針って基本返しって言って魚が食べた後に針が抜けにくくなってるんですけど、これするとうなぎが吐き出しにくかったり死にやすくなるので、返しの部分をペンチで潰しておきます。はい、じゃあ返しがなくなりました。釣りの難易度は若干上がるかも。じゃあ竿先に巻きつけて、はい、これで釣り竿は完成。レッツゴー。はい、じゃあおととしもね、取りに来た川にやってきました。早速ね、いるかどうか探していきます。あれは濃いですね。ヘッドライト焚いてるから虫がすごいです。はい、じゃあ行きたいと思います。うわー、この中入っていきたくねー。おまけに普通にサンダルですからね何がいるか分かったもんじゃね。うわ、虫がすごい。うわ、気持ち悪い避難。ちょっとさっきの場所、虫も寄ってきて気持ち悪すぎたんで、草のない方から侵入していきます。で、当然サンダルで入水。もう一度濡れてしまえば何も気にならなくなるんで大丈夫です。さあ、うなぎちゃんはどこかな。ていうかめちゃくちゃね、猛暑日続いてぬるいんですよ。で、あと小声で喋っていきますよ。お、早速獲物がいた。あ、これ餌にすればいいんだ。なるほど。お、なんか魚もいる。で、これテナガエビですね。こいつうなぎの大好物ですね。で、うなぎはですね、嗅覚がめちゃくちゃ優れていて、犬に匹敵すると言われております。とかなんとか説明入れてたらテナガエビの居場所がいなくなった、分からなくなった。で、こういうカニもね食べるはずです。カニも捕獲。
いしょ、早っ。よいしょ、やった、ゲッチ。あれ、どこ行った？長エビほんと早いんですよね。っていうかカニも逃がしちゃいました。いたいた、こいつはでかい。よし、ゲット。はい、手長エビ捕獲。ちなみに唐揚げにしても美味しいです。どんどん餌用に捕獲していきましょう。で、一昨年はこうやって歩いてたらもうそこら辺にウナギがいたんですけどね、今日は見えないな。やっぱ夜中なのか、朝夜中はダメなのか。ここにいる。あー、逃げた。あ、でかいも逃げちゃった。よし、ゲット。でかっ、めちゃくちゃ手長だ。謎の魚発見。取れるか。入れ。あれ、どっか行った。とりあえず餌もウナギも見当たらないので進んでいきます。いた、捕獲。餌にちょうどいい手長エビの子確保。捕まえました。いた手長エビいた。思ったより強い。あんな手長いくせにどこに筋力があるんだ。うなぎ。どこ。じゃあちょっと深いんで精一杯ズボンを上げてうなぎを取り行きたいと思います。うわ、結構深いね。まあズボン濡れてもいいか。ただね、しょうもないことしてる間にうなぎがどっか逃げちゃいましたね。いた。さあ、取るぞ。お、うなぎは玉2本使って器用に取らねばいけない。あー、惜しい。うなぎはね、すばしっこいのもそうなんですけど、ちゃんとね、狙いの方向にうまくいってくれない。なんか魚がいる。こんなに水がぬるくても魚はいるんですね。で、一昨年もそうだったんですけど、この玉がね、片方丸いんですよ。両方四角い玉を買おうと思って今年も忘れております。うなぎめっちゃ早いです。うなぎ発見。この石の下ですね。どうにか取れんかな。あ、逃げた。早ー。石がなければもっと簡単に取れるのに。どこ。あー、逃げる。待て。はい、スタッフの靴の中入った。そしてどっか行った。いや、まだいますよ。あそこ。あれ、下から逃げた。石があるから空間ができて、空間転移だ。空間転移の使い手か。何匹かいるんですけど、取るほどでもないちっこさですね。ちっこいに取ってたらいなくなっちゃうからね、大きいんだけ狙っていきます。危ない、落ちるとこだった。ここで横たわりたくはないもんだ。よいしょ。なんか魚ゲット。なんだろうこれ。一昨年いなかったぞこんなん。外来種か。分かる方はコメントで教えてください。カエルがいたそうなんで捕獲したいと思います。お目目が。お目目。あれカエルじゃないですか。石ですね。石にダメが2つついてる。あまり入っていきたいビジュアルではない。だが突入。なんだ。アヒルかカモか、なんだあれ。ちょっとね、一昨年より草木が生い茂って、さらにね虫もいっぱいいるんで、さすがの僕でも気持ち悪い。引き返そう。決してビビってるわけではないんだ。気持ち悪いんだ。お、でっかい鯉発見。うなぎの代わりに取るぞ。逃がしてやろう。うなぎ発見。割といいサイズか。中入っていった。中入っていったけど、こっちから追えばいけるんじゃないか。これいた。よっしゃー。2匹。なんでどういうこと。ウヒはい、行きます。はい。いけるか。よっしゃ。2匹ゲット。とりあえず玉はよかろう。移動しよう。やったー。最後の最後で2匹ゲット。おまけにそんなちっこくもないいい方でよかったです。でもね、一昨年に比べてやっぱうなぎの量減ってます。ここらもね、普通に 2,3 匹ここらにいたぐらいですからね。多分今が猛暑すぎるのかもしれない。で、猛暑すぎて草木も生い茂ってるから、浜湯気持ち悪くて入れません。あとね、年食ってくるとやっぱね気持ち悪くなってくるんだよね。まだこの川に入れるだけマシとしよう。よし、帰ろう。
じゃあ移動する前にうなぎが取れたことを祝して勝利の美酒です。今現在3時33分。レモンサワー。ピントが合わないけどカシュ。いただきます。やりました。次は近所の川に移動して、釣りの方でね釣ってみたいと思います。目標はやっぱ10匹は取りたいところです。で今ミミズが取れないんで、とりあえずねじゃこ天うなぎの嗅覚を信じて、匂いの強そうなものを選んでみました。すっごいね小魚の骨とかね、そういういい匂いがしました。これはねきっとうなぎも食べますよ。じゃあ移動してます。で今後ろで水も入れずにうなぎを生かしてるんですけど、うなぎはですね生命力がめちゃくちゃ強くて、エラ呼吸の他にも皮膚呼吸も行うことができます。ヌルヌルしてると思うんですけど、あれはですね体表を覆う粘液ムチンで、それが皮膚呼吸を助けて陸上でも一定時間生きることができるんです。よろしく。はい、じゃあポイントに到着しました。もうあっちは海ですね。でここらが汽水域、川と海の境目です。ここでうなぎを釣っていきます。餌は試したことないですけど、最初にじゃこ天でやっていきましょう。でだいぶ前の動画で砂肝で、手長エビを釣るっていうのをやったんですけど、あの時もね砂肝めっちゃ食ってて、手長エビはアル中酸ということが分かりますね。つまみ大好き。で針にじゃこ天をつけて、これで OK で、釣りといってももう水の中入って、目視して釣るやり方です。僕はねあんま上からこう釣って待つのが嫌いなんで、自ら魚を迎えに行く、うなぎを迎えに行きます。じゃあいつものように入水。さっきより綺麗だし冷たくて気持ちいい。でうなぎはですね川で取れたやつをそのまま、海水に入れても死ぬことはありません。モクズガニと一緒で塩分のね調整能力が優れているからなんですね。で去年ここの岩ガキで見つけたんで、ここで釣っていきます。こういうところの石の間とかにいそうなんですけど、何やらハゼのような魚はいます。さすが海と一緒だ。でうなぎの名前の由来なんですけど、諸説があって、まず腹が黄色いことから胸木、それから細長い体型が、胸の木に似てることから胸木、それから身が長いので胸が、うがですね飲み込むのに苦労するからうなんぎから来ていると言われております。だから4つもあるわけですね。全然いないな。どんどん上流の方へ進んでいきます。夜喋りながらこんなしてね川の中を歩いてる32歳のおっさんがいたら気持ち悪いと思うんですけど、近所だったらねまた浜湯がなんかやってらっていうことで、全然大丈夫でございます。でうなぎは山でも見られるっていうのが本当ね、粘液呼吸とかで、皮膚呼吸とかでこういうとこもね登っていくんですよ。で最近の川って仕切られてたりして、ほらああいう段差があったりすると思うんですけど、もうそのままね水かさがなくてもこう登ったりするんで、それで上の方の上流の方にもうなぎがいます。あと誰かが放流してるってのもあるかもしれない。ちっこいの3匹。ちっちゃ。シラスウナギみたいな小さいうなぎがいっぱいいる。これうなぎそもそも手長エビもこういうとこにもいるんですね。で次もう一段上の穴場、ここはですねカメとかも結構います。モクズガニ的なのもいますね。であとアメンボがすごい。ここにもうなぎの稚魚みたいなのがいっぱい泳いでる。カメいた？カメ吉いつも近所のおじさんがねこのカメ吉に餌あげてます。でかいねカメ吉、元気でな。よいしょ、中入れてやろう。一体どの段の上までうなぎの稚魚がいるんだろう。うなぎの稚魚かは分かんないけど、もう一回段差登ります。まだね上にもこういうとこがあるんですよ。ここにもいたらうなぎってよっぽど上まで登ってることになりますね。また2代目のカメ吉、カメ吉ジュニアだ。もう3段上まで来てんのにまだうなぎの稚魚がいる。で次さらにもう一段上見ていきましょう。もう海から言うとかなり上の方ですよ。海抜10メーターぐらい。果たしてここはどうか。ちょっとでかいうなぎいるじゃん。こんなとこまで。アナゴ？いやうなぎですね。ヒレが丸い。ちょっとこのじゃこ天食うか入れてみましょう。ムーですね。逆に逃げてるよ。逃げた。で土中潜った。うなぎって多分見えないけど土中にはいっぱいいるんですよ。じゃこ天じゃやっぱ食わないのか。じゃあ次4段目、ここが最後です。もうなんかこの虫が今日めっちゃ多いぞ。なんだこのバッタみたいな、気持ち悪いな。なんだ何が動いてる。カニか。なんだお前、なんだどっか行け。いたうなぎいた。何これ。どんな上までうなぎいいんだよ一体。カニは食うか。カニも食わないで、うなぎこん中入っていきました。やっぱ
かみんな隠れてんだな。とりあえず近所の川で取れそうなウナギいないんでまた移動します。じゃあ捜索を始めて2時間、ちょっと空が明るくなってきました。急ぎ最後の場所へ移動します。じゃあ最後のスポットへやってきました。だいぶ明るくなってきたんで急いでやっていきましょう。でうなぎちゃんは生きてますね。これにしよう。このちっこいこの小さいエビで最後釣っていきましょう。 OK。 この川は比較的まだ見た目は綺麗、水も冷たくて気持ちがいいですね。はい、じゃあ帰ろうと思ったその時、うちのスタッフがなんとうなぎを見つけました。早速見に行きましょう。果たしてこのテナガエビちゃんで食ってくれるかですね。だいぶ上流ですよここ。そこ下いますよ。穴の中ですか。その水の、はい。さあテナガエビちゃんで食うか。食わないですね。やはりミミズじゃないとダメなのか。棒で追ってみよう。どっか行った。これ溝だけじゃなくここの下にも穴があるから逃げちゃうんだよな。残念ながら釣ることはできませんでした。やっぱね島内はミミズが一番食うかもしれない。というわけでもうちょいしたら雨が降るんで、それで、ミミズを取ってまた釣りに行きたいと思います。じゃあその日までお疲れ。この子はとりあえず海で生かしておきます。で一仕事終えたんで寝る前に1本飲んで寝たいと思います。はい、それじゃあ2日後ですね。朝雨が降ったんで、山の方に来ました。ミミズがいると思うんで探していきます。で2日前に来た時は本当にねもう土が干からびてて全くミミズがいなかったけど、朝雨が降ったからもうそろそろ出てきてるのかなと思います。森ですね。この森は動画で何回もお世話になってて、ここは自由に使っていいよということなんで早速ミミズを取っていきます。でミミズはやっぱね乾いてたらいないんで、こういうね草とかが乗ってるとここを落としていくとこのように湿気た土が出てきます。ほら早速いた。でミミズって臭いんですよ。僕はなるべく持ちたくないから今日は火箸持ってきた。はい、1匹目ミミズゲット。で入れ物忘れちゃったから袋に入れます。スーパーの無料袋がなくなったからね結局袋を自分で購入するというジレンマ。ただこのスーパーのカゴ、エコバッグで結構販売してると思うんですけど、これだけはねほんと良かった。これに入れると何がいいかっていうと簡単にねこうやって使いたいものをすぐ取り出せるという利点が大きいです。これだけはすごい、大発明だ。またいた。ほらゲッチュ。よし。自分の動画見返してて主観の動画って僕たまにやっぱこうやって撮ってるんですけど、なんかね主観っていいですよね。こう男心をくすぐるっていうか目線がやっぱこの一緒じゃないですか。今見てる皆さんと、お酒飲んでる人もいると思うんですけどね、子供時代を思い出して自分も一緒に楽しんでるような錯覚になれるし、このようにしょうもない喋りをね僕がただくっちゃべってるだけでもこうなんかしてるからやっぱ面白さがあるかなと思います。皆さんもミミズを一緒になって探してください。こういうとこは何ぼ掘ってもいないね。もう今猛暑だから濡れてもすぐ乾くから、濡れた時にもうすぐ来ないといけない。でおとつい掘って全然ミミズいなかったのに、あの子たちちょっと雨が降ったからってどっから出てきてるんですかね。よっぽど1メーター下とかそういうとこにいるのかしら。ミミズをね山で取るのがおすすめですね。山のミミズはやっぱ大きいからね。追い詰めた弓の震えるつるよ。やっぱ雨が降った翌日だからカエルとかも元気にいますね。思ったほどミミズがいない。あと山に入るとねハメとか、そういうヘビ関係みたいなやつもいるんで、あんまね軽装で行くのは、よろしくないかもしれない。私はもちろんサンダルだ。もう夏なんて普通の靴履いたらね蒸れて臭くてたまらないからね。サンダルに裸足でも臭いのに、昔からね油症っていうのか分かんないですけど足とかがねすごいヌルヌルします。スコップで掘ってみよう。木の根とかが張ってるから掘れない。全然いないじゃん。20匹ぐらい取っとこうと思ったのにまだ3匹だよ。なんか YouTube とかで見るのがこう木を地面にこう刺してトントントンってしたら振動でなんか出てくるみたいな、ミミズが雨と錯覚して出てくるみたいな。出てこない。いた。結局めんどくさいから手で捉えます。軍手入ってたら多少は大丈夫。よいしょ。いいミミズちゃんだ。物はちっちゃいけどなんぼでもいるね。いたなんぼでも取れる。じゃあ結構取ったんで退散します。
で竿なんですけど、前回ね川で流れが強かったのでこういった鉛とかを用意しました。めっちゃ短い、こんなんで OK だ。釣れりゃ OK。 じゃあちょっとまだ明るいんですけど、川にうなぎ取り行くんですが、こちらの動画で行ったですね近所のおばあちゃん家の川に行きたいと思います。はい、じゃあ川に到着しました。2年前おばあちゃんに油もらったから、お礼です。はい、じゃあ下って早速うなぎがいそうな穴を探していきます。うなぎ臭い。針に水を感じに刺して、はい、こんな感じ。 OK。 絶対この昼間はね餌探しに出てなくて、どっか穴の方にいるはずです。穴がありそうなところを探して、そこにこのミミズを沈めていきたいと思います。で今全然テナガエビとか見えないんですけど、晩になると不思議とテナガエビも出てくる。こういう穴良さげだね。いないな。こういう穴もいそうだ。いないな。で穴の中じゃなくてね、砂の中に埋もれてる場合もあるからね、水もよく動いてくれて餌としては完璧です。なんか小魚が食いに来てる。危ねえ危ねえ。この穴とかもめっちゃいそうだ。いない。どこに隠れてるんだ。隠れ身の術だ。残念ながらいなかったんで帰ります。やっぱ僕には昼間の明るい時の釣りは向いてない。夜に目視で確認するのが向いてる。カルチバ、先にご飯。ここでは僕が仕入れた魚も使ったりしてます。あこレモンサワー。じゃあ木下さんごちそうさまでした。ありがとうございました。手うますな。出港だ。初日にね玉でうなぎすくったポイントへやってきました。いたいたいた。だぞ。食べないな。逃げてる。食べない。なんでだろう。なんで？明るすぎるんか。今日は全然いないな。みんな光で逃げてるのかもしれない。残念ながら今日はなぜかいなかったんで、また別日挑戦します。じゃあ下からはいなかったんで、上から釣り竿でやってみたいと思います。川の上からうなぎを捜索。僕待つのが嫌いなんですよ。あと皆さんにもこう食べるとこを見したい。よし、ここの穴に落としてみよう。いないな。いました、1匹。逃げる。光がいかん。かといって照らすの見えん。でかいけどめっちゃ逃げた。ほらあれ。電気を消してみる。餌食われてる。やっぱ電気消したら食うんだ。ほらちょっと次餌変えてレバーで釣っていきます。動画で見たらなんかレバーでも食うって書いてたから、よし、これで釣れるなら楽だね。ミミズ取らなくていい。じゃあ投入してちょっと置いてきます。本当はね食べるシーンみんなに見せたかったんですけどね。うなぎが餌。めっちゃでかいうなぎがいました。場所だけ確認します。ここらで待機。来てるぞ。止まってるじゃないですか。餌のとこで食うんじゃないですか。餌のとこで止まってるよ。逃げた。あっち逃げた。1キロありましたよ。本当はですね見つけてこう食わしてパクッとね、2年前みたいに来たかったんですけど、なんかもう浜湯がまた来たぞってもううなぎ界でなってるんで、こうやって投げて置いておきます。これでしばらく様子を見よう。その間に1回コンビニ行く。これで OK。 はい、じゃあコンビニで栄養買いました。眠たくなってきた。とりあえず、竿を見に行って、もう食ってなかったら今日はそれで終わりたいと思います。これが天然相手の取材というか YouTube ですよ。天然はマジ思う通りに動いてくれないから、撮影しようと思って行って、
でそれでその動画ボツみたいなのも何回もあります。投稿頻度も上げられないね。さあ果たして食ってるのか。よし開けていくぜ。食ってない。あ、でも餌なくなってるわ。やっぱ返しつけないとダメなのか、餌だけこううまく取られたかですね。ちょっとまた別日に挑戦します。自然むずっ。お家帰ってカレーを作りました。ちょっと食べたけどもうちょっと食おう。これベーカーがいっぱい入っててめっちゃ美味しいです。いやうなぎは残念だったな。うまい。カレー粉がなかったからね、とりあえずうちにあったスパイスを適当にいっぱい入れたら美味しいカレーになっちゃった。で帰って久しぶり爽やか鹿児島ハイボール。とりあえずまだ2匹しか取れてないですけど、明日うなぎ売り行ってそれいくらぐらいするのか見てみたいと思います。まあ安いだろうな。辛いけどうまい。ベーカーと夏野菜をいっぱい入れて、夏野菜カレーはね、熱く汗かきながら食うのが美味しいですよね。熱い辛い。次の日あれから飲みすぎてですね、二日酔いなんですけど、このままでは終われないのでまたミミズを取りに来ました。いっぱいいるよ。雨降ってないけど。でもうね、カブトムシとか取ってもう最初に取った2匹だけ撃って終わってもいいかなって思ったんですけど、やっぱね皆さんにこう近くで釣るっていうところね、どうしても僕は見したい。そのこだわり努力こそがやっぱ皆さんを今まで楽しませることができてきたので、そこだけはね曲げずに私はやっていきたい。はい、仕事終わって夜の10時ですね。沖から帰ってきて、また懲りずに川にやってきました。最初に行った近所のおばあちゃん家の近所の川ですね。どうしても面白い動画にしたい、その一心だけでやってきました。ミミズが死んでる。土を入れてたから酸欠してるな。オーマイガー。まあ匂いで食うから生きてなくても大丈夫でしょ。それじゃあ探して釣っていくよ。30分ぐらい探したんですが姿を見ることもかなわず移動します。ちょっとね残念ながら全然いないので作戦変更で上から釣りをします。じゃあまずは前回同様上からうなぎの姿を確認してそこで投げる。ヌートリアがいた。ヌートリア、うわでっかいネズミだなマジで。ちょっとね全然うなぎいないからもう垂らして、電気消して待ってみます。これで待とう。最近のカメラすごいな、こんな真っ暗なのに見える。時刻は11時。そろそろ眠たくなってきた。頼む連れてくれ。俺は早く家に帰りたいんだ。12時です。諦めます。あれはなんだ、タヌキか。はい、12時。港の方に帰ってきました。で何しに来たかっていうと、今日取った鯛が死んでないかの確認ですね。夏ってねめちゃくちゃ水温高いから、最近猛暑日ばっかだしすぐね魚とか死んじゃうんですよ。鳩の中の水って沖の水よりはやっぱり良くなかったりするんで、酸素が少なかったりね。生きてるかな。ちょっとでも水温低いかなと思って若干沈めてます。生きてますね。なんか一匹死んでるのが見える。でこういうのは出して氷入れておきます。これしとかないとね朝まで死んでたらもうこの時期腐って売れないから。思ったより結構生きてますね。でもなんぼかやっぱ沈んでるな。よいしょ。とりあえず2匹だけ死んでました。よかったよかった、優秀だ。ひどい時なんか全部死ぬこともあるから。よし、これでやっと帰れるぜ。じゃあお家帰ってきました。明日も早いんで1本だけ飲んですぐ寝ます。はい、じゃあうなぎが取れなかったので約束通り、夜の山にですねカブトムシを取りに来ました。ここは大概ね何匹はいます。今日はどうかな。いろんなね生物、いろんな虫がいるんで軽装はやめましょう。ゲジゲジはちょっとキモいけど無害。なんだゲジゲジ早速いた。ほらゲジゲジ。
こんなのがいっぱいいるんですよ、山中に。ただ時期も時期だからいないかもしれないね。てかさっきまでマナガツオ取り行ってて、もう汗びっしゃんこでいないね。カブトムシまでいなかったらこの動画破談だよ。破綻してるよ。なんかゲジゲジも減ったね。もう涼しくなりすぎたのかな。昼間は暑いけど夜だいぶ涼しいもんな。ここ何回か取り来てるんですけど、最初取り来だした頃に比べて木が乾いて樹液が止まってる気がする。木だけにね。カブトムシも昔に比べて減りましたね。で昔の街灯とかってなんか今の街灯みたいな、なんか LED のこう虫が寄ってこないようなんじゃなくて、ガンガン虫寄ってきてたじゃないですか。20年前か30年前30年前は僕はまだ赤ちゃんなんですけど、その頃だったらもう街灯にさえなんかカブトムシがいるような時だったんで、よくね街灯があるところにカブトムシを拾いに行ったりしたもんです。こういうね謎の虫はいるんですけど、カブトムシがいない。やべえナメクジがいた。何これ、ほんまにこれどう言うたらいいんやろ。これぐらいありますよ。何これ、キモはい、というわけでお家帰って風呂入りました。残念でしたね。少なかったんですけど、うなぎは取れましたということで良かったです。で今回のうなぎ果たしていくらで売れたかと言いますと、キロですね3000円で、1匹はね残念ながら死んじゃってて、それでも1匹 200g ということで600円ぐらいで売れました。そんな感じでございます。来年はねもっと大きいうなぎを取ってリベンジしたいと思いますので、本日もご視聴皆さんありがとうございました。それじゃあまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。